盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回はですねうちの北谷養泉盆栽枯らさない塾の塾生さんからの、ご質問ご相談を5つねお答えしていくと順番にお答えしていくという、そんな感じでやっていきます。ちょっとその前にお時間ください。今メールマガジンやってます。定期的にね70通ぐらいのこういう動画とかで説明した内容を活字にしてね専用の動画なんかも撮って無料で定期的に届くっていうのをやってます。概要欄からねもしよかったらチェックして、メールアドレス登録するだけで届きますんで、もしよかったらやってみてください。では本題に入ります。5つねご相談今日まとめてやるんですけども、1個目早速いきましょうかね。はい、こちら用意してますがまずご質問が受精が強いとか弱いとか言われますけど、それどういうもんですかと、受精強い弱いってどういう違いがあるんですかみたいな、そういうご質問をいただきました。で今ね目の前に受精が強い方、こっち黒松、とこちら弱い方、2本用意してます。でパッと見ね、受精が強い弱いどういう差があるんですかっていう質問に対して分かりやすい2本をねちょっと用意してみたんですけど、基本的に一目一目が大きいですね。目の膨らみというかね、こう厚みもあって、葉っぱも硬くてね一目からいっぱい出てる、一つの目からもたくさん出てると。だからもうパッと見こうボサボサっとねなるようなこの感じ、緑も綺麗でね葉っぱも硬いと、こういうのが受精が強い、いろんな言い方あると思うんですけど、これ受精が強いという言い方ができる木、典型的な感じですね。一方こちら受精が弱い木、これの受精が弱いのは悪い管理をしてて、この木に関してはですよ、悪い管理してじゃなくて春に植え替えて、今11月なんですけど春に植え替えてる分、まだ受精が戻ってない、だから今受精が弱い状態という、受精が弱い状態ってね植え替えした後結構よくなりがちではあります。で見た目としては一目からの葉っぱの量がね、これちょっとこれアップして、これなんかね小さいし、これ3組ぐらいしかないですよね。ちょっと作業で取れたかな。それでも一目からもうちょびっとしか葉っぱが枚数的にもね、この針みたいな葉っぱがね6枚しかついてない、3組6枚そんな感じで、他のところもそんなに出てない、てっぺんの方はちょっとだけ強いかなぐらいで、で色もあんまり、冬場の今まだついてるんで冬場の色の悪いはもう当然なんですけど、こんな感じで基本的にそうですね。葉っぱが一目に対しての葉っぱがやっぱ少ない場合が多いですね。で、質問に対しては受精が強いのはこんな感じ、弱いのはこんな感じって、そこで終わりなんですけど、付け加えるとしたら受精の弱い葉っぱの少ない子には水やりはちょっと少なめになる傾向はありますね。弱ってる時に水必要以上にあげちゃうと上でね消化しきれなくなって、弱りやすいっていうのはさらに弱りやすいっていうのはあるんで、水やりはちょっと注意ですね。あげすぎの方に注意っていう感じにはなります。で一応受精の強い弱いというご質問もこれで以上ということで、次どんどんいきます。次のご相談なんですけど、商品盆栽のねこの水の吸い込みが悪いと、上からかけてももう弾いて流れ出ちゃうと、ほんでドブ漬けしてもなかなか染み込んでないような気がしますみたいな。で、植え替えは5月ぐらいまで待った方がいいですかっていうご相談だったんですけど、ちょうどねうち、
そういう状態のがなかなかなかったんですけど、これご相談の時実は黒松のご相談だったんですけど、まあ似たようなもんなんで、これ黒松についでるご用なんでね、こういう状態見えますか？なんかもうちょっと今日こうやってもあんま砂がもう落ちない、もう抱え込んじゃってね、こういうのは結構水をかけても横から流れ出て芯まで締め出すのがちょっと難しいかなっていう、はい、こういうのは本当にまあ植え替えした方がいい木なんですけど、まあご質問の通りにお答えすると、植え替え5月ぐらいまで待った方がいいですかというご相談に関しては、いやいやそんなことないですよと、まあこういう強めのね黒松についてる五葉松とか、他の、まあ、ご相談にもあった黒松とか赤松錦松もまあ、未生五葉松でも何でもいいかな、もうその典型的な松はうちの経験上ではもう11月からもう全然いけるなという。ただまあ芽がねあんまり弱ってる子はちょっと、厳しいんですが、今回のご相談はこの下がカチカチで水が吸い込みが悪いってことなんで、そういう状態での芽が弱い子はこの用土のせいでそういう状態になってる場合が多いと思うんで、そういうのはもうそうです、涼しくなった最近ね10月でも、まあ、場所によりますけど暑いんで、まあ、11月ぐらいから以降だったらもうしっかり根を切った植え替えはよくある松のパターンだったら全然いけますんで、やり方があまりにもミスったらそれはダメですけど、まともな植え替えしてやる分にはもう5月まで待たなくても、まあざっくり言いますと涼しい時期だったら大丈夫ですよみたいな、そんな感じに思っていただけたらなと思います。はい、このご相談はこれで以上かな。はい、じゃあ次どんどんいきます。はい、次のご相談なんですけども、黒松のね間延びした枝をすごい下の方から切ったら枯れるんじゃないでしょうか、大丈夫でしょうかっていうご相談だったんですね。でまあ間延びしているということは、まあ中の方が全然枝とか芽がなくて先の方しかないみたいな感じだと思うんですけど、まあ、その切り方がねここは気をつけてくださいっていうのを今回ご説明しようかなと思います。まあ、普通のこの盆栽からしたら、まあ何でもない下に芽がないとこで切るとさすがにそこから芽は出ないんですけど、ちょっとでもね、ごめんなさいねカメラさんすいません、こういうこれぐらいの枝があればここで切ってもまあまあ枯れはしないと思います。ただこれちっちゃいもうほんのちっちゃいところまで戻って切ったらちょっとこの枝には荷が重い感じで枯れる可能性があるなと。はい、だからある程度のサイズの芽が一つあればまあバッサリいっても大丈夫ですよって。でこれちょっとね切るとこないんでこっちのどこ切っても大丈夫なようなちょっとモデルの子を持ってきたんで、これでこれぐらいまでは大丈夫ですよっていうんでちょっと実践してみようかなと思います。どこ行こうかな。例えばこれね、はい。でこの辺にちょっと切りますね、もう見えないんで、これちょっと、はい、この辺に芽がしっかりあるんでこういうのをバッサリ切ったという言い方にして、まあ切ってもこの辺のね芽がちゃんとやってくれるんで大丈夫。だからここで切ってもまあまあバッサリはいったけど、こんなでかいのを切ったけどこれだけいるから大丈夫。ただもうちょっと下にねもう一つ一目いるんですけど、ちょっと切ってからお見せしますね。バサッと、はい、これ1本だけ、これ1本にするのはちょっと微妙かなって、いけんことはないと思うんですよ、これぐらいでもね。でもちょっと頼りない感じ、はい、どうしてもっていう時はこれぐらいでもいいんですけど、できたらここのねここぐらいまでだったらまだ大丈夫かなって。もうちょっとギリギリのやつ探してみましょうかね。今の1本だったらなんかねどうにか残りそうな感じをするんですよね。これはよいしょよいしょよいしょ。
これいいな。ちょっとやりますね。はい、はい、この1本、この木ですね。苗木、ここにちっちゃい一芽います。でこれ仮にここでバサッと切ったら、さすがにこれはね小さすぎてなんか傷みそうな感じですね。はい、バッサリ切るにしてここまではしない方がいいなと、はい、もうちょっとこの今残ってるこの辺のね、この上のそこそこの大きさのをまでにした方がいいんかなと、はい、どうしてもここで切りたかったこの小さいのがしっかり育ってからここまで、はい、だからこの一つ上の中くらいの残しといて、この下の小さいの育ってから切るみたいなね、はい、だったらまだいけるかなと。だからまあ今回ご相談、バッサリ切っても大丈夫ですかっていうお話だったんで、長いのを短くしたいっていう、目的があったと思うんですけど、いきなりしすぎたら危ないですよっていう回答と、その小さいんでも最終的にはその小さい芽がおる場所にしたいんだったら、ちょっとね上の方ある程度切って、その子が育ってからそこでもう一回切ると、あまり急がない方がいいですよと、いうのと、ある程度の大きさがおれば大丈夫ですよという、そういう回答になりますかね。はい、このご相談は以上で、はい、では次またいきます。はい、続いてのご相談なんですけども、盆栽を買った時についてる針金はいつ取ればいいですかというご相談です。盆栽をね、いろんな盆栽があって買うとなりますけども、針金がついてる木もあればついてない木もあると。針金がついてる場合はその針金どうしたらいいんですかって結構聞かれる質問なんですけど、針金をそのついてる状態で売っている盆栽でも、そのかけてから1年とか2年とかもうすでに経ってる場合とかは結構食い込み始めてる場合もあるんで、そういう場合はもうすぐ取ると。でもかけたばっかりの状態だったらまた取らなくていいと、そんな感じなんですけど、じゃあ一応ね今ここにある盆栽はかけたばっかりですね。ちょっと見てみましょうか。針金分かりますか？食い込んでる感じ全然なくて、まだちょっと隙間があるぐらいで、はい、こんな感じがかけてすぐみたいながこんな感じ、はい、これがねだんだんね幹ってそんな太らないですけどね、枝はね意外と若い枝は太ってくるんで、年数を経つごとにね、だったら今なんでもないところがだんだん食い込んでいきます。はい、だから食い込んでたらもうすぐ取らないといけないし、食い込んでなかったらまだ1年2年ほっとってもいいかな。それもそこもね枝によるんですよね。成長しやすい枝は早く食い込むし、そうでもないとこはなかなか食い込まないし、だからこういう一本の木の中でも多分てっぺんの方って強いんで、ここだけ先食い込み始めて他がまだまだっていう場合がよくあるんで、だから食い込みやすいその元気な場所、特に針金をギュッて巻いてたりとか、そうでなくてもその普通に軽くは巻いてるけどこう枝をギュッて曲げたりとかね、力が入ってるとこは早く食い込みやすいんで、基本回答としては、食い込む寸前に取ると、はい、とりあえずね12年ほっとけばもう大体癖ついてるんで、かけてから1年は経ってるなと思ったら、よっぽど太い枝でこうギュッと下げてるっていうとこ以外は食い込むギリギリまで待たんでも外してもいいかもしれないです。ただでもついてたらね、多少針金が巻いてても完全固定されてるわけでないんで、ちょっと歪んだりするんですよね。でついてたら歪んでるわって直せるんですよ、ついてるのを利用してね。だからできたらね、お得なのは食い込むギリギリまでつけてる方がお得はお得ですね。はい、食い込んでからではね、針金取る時にね、もう本当にギューってね、針金がもう中に完全に埋まってたりしたら
取ろうとしたら皮がベロッと剥がれてね、そこから傷むみたいなのがあるんで、それがもうどうしても嫌だって言うんならもうで、しかも忘れっぽい性格だと思ったら早め外すみたいな、ちゃんとしっかり見てたらね、そのギリギリをちゃんとこう把握できると思うんですけど、あとそうそう、食い込みやすいその時期っていうかな、枝とかその太ったり長くなったりするのって大体やっぱ春から秋の成長するあったかい時期なんですよね。だからその春前ぐらいに取ってた方が無難な場合はありますね。やっぱ4月5月6月とかドーンとこう太ってくるんで、ちょっと気が付いたらもう食い込んでるみたいなのがあるんで、その手前で外すのはいいかもわからんですね。だから冬の間とか成長があんまりない冬の間にもう外すなら外すと。で太る手前で外しとったらその暖かい時期を迎えても安心みたいなね、そんなんはあるかもしれません。はい。じゃあ今回買った盆栽に針金がついてたらいつ取ったらいいですかという質問に関しては食い込む寸前までつけとった方がいいですよと。はい、で食い込む安い場所はいろいろ違うので、いろいろその一本の木でも注意して見ておきましょうという感じですね。はい、このご質問には以上です。では次いきます。今回5つ目のご相談、これで最後なんですけども、葉っぱ長い葉っぱ切っても大丈夫ですかというご相談ですね。で回答としましては、少々だったら切ってもいいですよと。多少時期によって切るにしても考え方が変わるというか、はい、そんな感じですね。でこれ今ボサボサのちっちゃい黒松ですけども、今11月の初旬なんですが、成長期でないんで、これでもいいんはいいん、葉っぱを減らす必要はあるんですけど、この葉っぱの長さがねこう長すぎて下の方の上の方はいいんですよ、日当たりがいいから。下の方この中の方が日が全然当たってないんで、なんぼ11月入ってこれから成長はしない時期だとしてもちょっとね日当たりが悪すぎるんで、古葉とか葉すかしみたいな作業をしながらでも葉っぱをね切ってやってもいいんかなって、で切るにしてもせいぜい7割から5割ぐらいまで、あんまり5割以上切ると、要はちょっと言ってみましょう。こうね例えばこれがね10としたらこれぐらいで何の問題もない。で半分ぐらいでもええんですけど、あんま短くしすぎたら今度この葉っぱはもう持たなくて、もうオレンジ色になって赤くなってもポロポロってなるんで、あんまり切りすぎない程度、揃える程度、あと下の日当たりを良くするみたいな、これちょっとやってみますね。これぐらいなら大丈夫ですよっていう。細かい手入れはもう無視で葉っぱを切るということだけをしてみます。これは今考え方としては、中の方の日当たりが悪いのを葉っぱを切って日当たりを良くすると。だから他葉っぱを切る理由いろいろあって、その針金とかかけた後にあまりにも葉っぱがね針金かけ結構葉っぱ折れやすいんで、折れてもう先の方がもう汚くなってきたと、折れすぎてね、そういうのを目立たなくさすために最終的に針金の後に切るとかね、あと目切りの時にね残った葉っぱをうちわざと切るんですけど、そうするとねこの秋冬の時にねかなりその古葉が取れやすくなるんですよ。そういう意味合いで切ったりとか、その時も日当たりを良くするために切るっていうのは全然あるんですけど、
これは今綺麗に見せるっていうのはもうちょっと置いといて、まだまだ発展途上の木なんで、とりあえず葉っぱを切ってすっきりさすっていうのと、日当たりを良くしてね、中の方の日当たりが悪かったら枯れちゃうような芽を助けるみたいな、そんな意味合いで今これはやってます。ちょっと今この中の方のだけはすいません、僕の目線でやってますけど、はい、こんな感じでね、これでもまだそうですね、日当たりは実際中の方は良くなりましたけど、芽数が多すぎるんで、葉っぱだけの話言ったらもうここまでで、あとは芽数を減らして中の方の芽に日当たり良くする、もう一つ言ったら、その芽数を減らして残った芽にしっかりと栄養を集中させる、必要な子だけに集中させるっていう作業をこの子やってあげたらなお完璧かなと。でも葉っぱがいっぱいボサボサっとついとる時よりかは日当たりはかなり良くなったんじゃないかなと。で無理やり切ってますけどね、意外と見た目も良くなったんじゃないかなと、思います。ただ今日はこれ葉っぱ緑だけですけど、切り口は表現するとタバコの火をつけたタバコのような先にはなるんで、それはしょうがないんですけど、それが嫌いう人は葉っぱ切らずに長いけど芽数を減らして中の日当たりを良くするとかね、さっきも言った栄養分をいい子だけに集中させるっていうのを葉っぱを切らずにやるっていうのもいいはいいです。とりあえず今回は葉っぱ切って大丈夫ですかという話で、こういう元気な子は半分ぐらいに切るのは全然大丈夫です。ただめちゃくちゃ弱ってる子の葉っぱ切ると、それこそね樹勢が弱いタイプの葉っぱを切るのはちょっと危ないんで、こういう作業するのはもうめちゃくちゃ元気な子限定でお願いしますという感じですね。はい。では今回5つ、ご質問ご相談、塾生さんからのいただいて、パッとやっていったんですけども、また何かお困りごとがあった時にね、参考になる動画になればいいかなという感じでやってきました。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。